やらかしてしまったかもしれない。卓上のこととはいえ、スターリン同士を後ろから撃ってしまった。しかし、同士も共産党指導者の前に一人のデュエリスト、まさかデュエルを理由に粛清されることはないと思うが。おい、に聞いた。なんでしょうか、スターリン同士。お前に休暇を与える。家族と共にラトビアのリゾートで過ごすといい。ウクライナには香川のビチを派遣する。同士。それとお前のデッキ、いいじゃないか。次の党大会で発表するから、休暇前にリスト化しておくように。それだけですか。何を懸念している？何でもありません。戦前以来の休暇です。お心遣いありがとうございます、スターリン同士。反応によってはと思ったが、やはり脅威にはなり得ないか。こちらが現在のリストです。ふむ、なるほど。説明しろ。俺じゃなくてもわかるようにだ。ではまず統率者の説明から。赤き死神ゴルノブ、ファウンデーションズジャンプスタート収録の赤単色の伝説のクリーチャーです。特徴は臆病者では戦士をブロックできないと。あなたがコントロールしていて攻撃している全ての戦士は対戦相手がコントロールしている臆病者の数分のパワー修正を受けるという2つの常在型能力を持ち、その能力に関連した対戦相手のクリーチャーを臆病者にする誘発型能力を持っている点です。もう少し詳しく説明します。誘発条件はあなたがコントロールしている1体以上の戦士がプレイヤーを攻撃するたびであるため、ゴルノグ本人が攻撃する必要はなく、1回の攻撃で対戦相手3人に戦士が攻撃すれば、各対戦相手につき1体を臆病者にすることができます。つまり戦闘ごとに最大で3パワーが上昇することになります。また臆病者になる効果はターン終了時までではありません。同じオブジェクトである限りはずっと臆病者です。赤軍への恐怖で PTSD を発症するのです。ふむ、なるほど。つまりそこから導かれる戦略は、戦士シナジーを中心としてデッキを構築し、戦闘ダメージで全員を倒すという戦略で戦います。いいだろう。では中身を見ていこう。では次にマナキ版の説明を。省略されることが多いテーマだが説明しろ。歴の浅い党員にも理解できるようにな。カードそのものよりも考え方を中心に頼むぞ。まず土地は30枚から33枚程度を推奨します。私のリストは31枚です。土地だけで考えた場合、3ターン目までに土地が3枚来る確率は8割ありません。土地枚数の削減は自己のもとです。ほう。ではどうするのだ？一般的な統率者ではここに2マナ以下のマナアーティファクトを加えて安定性と速度を両立させます。何枚程度加えるのだ？少なくとも8枚程度でしょう。これを計算に加えると3ターン目までに3マナ出せる確率は9割近くになります。また趣旨が少しそれますが、2マナ以下でドローできる手段を複数枚積んでおくことが極めて重要です。土地を圧縮するのはドロー手段等が増える中盤以降に不要札が増えるのを防ぐためであり、この種類のカードは自己率を低減し中盤以降も腐らないため必ず入れておくことを推奨します。基本だな。俺もそれを忘れて自己ルデュエリストをたくさん見てきた。少なくとも6枚以上は入れておくようにしておけ。この組み合わせだと3マナに到達することがほぼ確実な手札を8割以上の確率でキープできます。それでも事故るときは事故るのが MTG だ。次のテーマに移ろう。では次に採用するクリーチャーの説明を。統率者とのシナジーで戦士が多そうだな。もちろんです。戦士であることが採用基準の上位にあるため、戦士30枚、非戦士3枚という採用になっています。戦士の中からはどういう基準で選ぶのだ？ゴルノグの効果で攻撃しているとパワーだけが上昇するため、元のスタッツは重視しません。まずは統率者より先に出す3マナ以下の戦士を集めに採用します。ゴルノグも3マナだが、ゴルノグは速攻を持っているので、ゴルノグを出したターンに先に出しておいた戦士も攻撃できる状態が理想です。現実にはマナアーティファクトを置くなどのアクションが挟まるので、1マナ以下の戦士が来ていない場合はゴルノグを唱えるターンを遅らせることが多いです。初速を重視するならマナカーブを前倒しにする余地はありそうだな。能力面ではどうなのだ？繰り返しになりますが、パワーだけが上昇するため2段攻撃、先制攻撃、威迫、トランプルの順に探します。飛行や他の回避能力はないのか？現時点では戦士で飛行で採用できるカードは存在しません。もちろん増えれば威迫よりも優先順位が高いと思います。また攻撃クリーチャーの数が増える効果はもはや決戦兵器と言えるでしょう。なるほど、よくわかった。次のテーマに移ろう。では次にアドバンテージの獲得手段の説明を。アドを得られないと話にならないからな。おっしゃる通りです。カードゲームとはそういうものです。
ご存知のこととは思いますが、赤タウンの手札は注意しないとすぐに枯渇してしまいます。攻撃的なデッキ構成ですので、踏み込むのか、全除去などに備えて温存するのかはよく考えてください。まずアドバンテージ獲得手段を内蔵したクリーチャーが4枚採用されています。どれも衝動ドロー効果を持っています。おっと、戦士ではないクリーチャーがいるな。こいつは非常に特殊な枠です。アドバンテージ獲得手段でもあり、数少ない自衛手段でもあります。使えるのは相手のライブラリーか。攻撃されたくない場合は思想モードを使うわけだな。クリーチャー以外は主にアーティファクトに頼ることになります。一部はマナ基盤の項目でも紹介したカードですが、こういった形で複数の役割を持つカードもあります。未知の受け入れはマナフラット受けに良いカードだと思っています。なるほど、このテーマは十分だ。次のテーマに移ろでは次に勝利手段の説明を。ようやくか。待ちわびたぞ。クリーチャーの項目でも紹介しましたが、一つは攻撃クリーチャーを増やすことによる大ダメージです。ただしこれ単体だと一気にそのデュエルを畳むのは難しいです。ダメージが足りない場合が多いということだな。なので一つは再戦闘との組み合わせです。もう一つはダメージ倍化との組み合わせです。これらによって一気に致死量のダメージを出すことが可能となります。なるほど、盤面が整っていれば十分なダメージが出そうだな。歩兵の盾だけは単体で致死量のダメージを出し得るカードです。このデッキにおける超兵器ですので、ここぞという時まで温存しておきましょ無限コンボはないのか。う。私のリストでは2種類の無限コンボが搭載されています。一つは追い打ちによる無限戦闘コンボ、もう一つは鏡割りの利き時の無限戦闘もしくは無限トークンコンボです。どちらもたとえ無限コンボにならなくても1枚それぞれが使えるカードなので無理なく採用できます。採用するか採用しないかは自分が期待するゲーム体験に応じてだな。次のテーマに移ろでは次にデッキの欠点とその対策の説明を。欠点がないというわけにはいかないからな。おっしゃる通りです。このデッキの欠点は3点あります。1点目は統率者依存度の高さです。ゴルノグが場にいると以外では打点が全く別次元です。打点も下がるしブロックもされるというわけだな。ただし戦闘ダメージで勝利するというゲームプランは各レベルが上がれば上がるほど相対的に遅いゲームプランになりますので、優先的に除去されることは減ります。一応保護するカードも入れていますが、それよりは 1,2 回全除去で流されることを想定してマナを伸ばして再キャストできる回数を増やすようにしています。ゴルノグ自体は速攻を持っていますし、ミシュララウンドも合わせて流されても復旧できるようにしています。そういうアプローチもありだな。2点目は自衛能力の欠如です。ゴルノグの能力が全て攻撃的な能力であるため、自分のクリーチャーは攻撃に出払ってしまいブロックすることはほとんどありません。しかし対戦相手に与えるダメージはターン経過に伴って飛躍的に増加するため、一定のタイミングで全員から攻撃を受けることになります。対戦相手からするとどうせブロックできないし、倒される前に倒すのが最適解になるためです。臆病者でも攻撃はできるからな。でどうするのだ。正直に申し上げると何も対策しません。はゴルノグ側としても倒される前に倒すが最適解と考えています。一応私のリストではこの2種類がゴールを兼ねたカードになります。それ以外の候補としては全体を思想するカードや崖の暴君、カズールがあり得るでしょう。ただしそれよりは再戦闘カードなどを入れた方が良いと思います。弱みのカバーよりも強みを押し付けるわけか。はい。3点目は相手のクリーチャーが多すぎる場合です。ほとんどの場合トークン戦術を採用しているデッキとの相性という話になります。どういう意味だ。こちらは1回の戦闘で各対戦相手につき1体しか臆病者にできないので、1ターンに大量のトークンを生成されるとブロックされない状態を作ることができません。また無理に攻撃しても戦士のタフネスは上がっていないため簡単に打ち取られてしまいます。なるほど、順番にクリーチャーを立ててくる場合にしか対応できないということだな。おっしゃる通りです。こちらも基本的には対策は難しいです。それ以外の戦術に対しては不要なカードを入れるのは好ましくないため、ブロックされないクリーチャー全体に飛行を付与するカード、色指定の全除去を採用しています。それ以外だと全体にブロックされない効果を付与するカードもありますが、腐ることが多いと判断して入れていません。相性差は覆しにくいので他のプレイヤーに任せるということだな。この場合は無限コンボを決めるのが対策になります。よくわかった。説明は以上です。どうも2枚紹介されていないカードがあるようだが、あまり重要なところではないので割愛しました。まあいいだろう。同じような思考手順でデッキを構築すればカードプールが広がっても対応できそうだな。
はい、そのつもりで説明しました。工具ラケットで遊ぶのか、そうでないかでデッキの出力が加減できるようにも紹介しています。基本的にブラケット5、レベル9、10相当は不可能だな。おっしゃる通りです。フルパワーで組んだ場合の推奨ブラケットは4です。ゲームチェンジャーカードとして明示されているものやその相当品、無限コンボを抜けばデッキパワーは調整できるでしょう。フルパワーで使える機会は少なくなっているからな。今回のデッキ紹介は分かったに聞いた。休暇を楽しんでくれ。ありがとうございます。この説明を歴の浅い党員が役立てれるといいがな。